スパイのバサラカ4月21日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。メールいただいてます。ラジオネームルガルガンさん。健太さん、洋介さん、こんばんは。初めて買ったライブ T が嬉しくて、直後のスキー旅行にもリバースツアー T を着ていった時の話です。そろそろ休憩しようと麓のスキーセンターに向かって滑っていた時、前方の斜面に黒い何かが。よく見ると携帯電話。私も届けてもらい助かった過去もあるので、それを拾って降りていきました。その頃少し先に、滑りを降りて下で待っていた私の家族が「やばい、携帯落とした」と話しながら、呆然と斜面を見上げる男性と遭遇。私の家族は戻りの遅い私をまさかなと思いながら斜面とその男性を見ていたそうです。そして家族と男性のところへ合流。拾った話をすると携帯をつかみダッシュ。やっぱりその方のものでした。そんな偶然があるんですね。ライブ T が読んだ奇跡でしょうか。かつて拾ってくださった方にも恩返しができたようでよかったです。お二人はスキーをしますか？また落とし物にまつわるエピソードとあったら教えてください。これからも応援しています。僕は理解できてないな、この話を。ええ携帯が落ちていて、拾って、えーその頃、先に滑り降りて下で待っていた私の家族が、はい、やばい、携帯落としたと話しながら、呆然と斜面を見上げる男性と遭遇。うん。私の家族は、戻りの遅い私をまさかなと思いながら、斜面とその男性を見ていたそうです。これはどういうことなんだ？あ、なるほど。携帯落としたっていうのは、男性の方が言ってたって。ああ、なるほど、そういうことか。で、ルガルガンさんのご家族の皆さんは、ルガルガンさんが、携帯を拾ってきてくれてるんじゃないかと思って、なるほど、あの、その男性の方に携帯を渡したということですね。なるほどね。あ、いい話じゃないですか。ああ、なるほど。なんかこう、かつて拾ってくださった方にも恩返しができたより良かったですって、そういう、巡り巡った、そういう恩返しっていうのもものすごくいいなと思うんですが、俺もなんか一個先日ですね、あの、これはいつか大きな恩になって帰ってきたらいいなとかも思えないぐらい、ちょっともう、ハプニングがありまして。名古屋公演が終わった後、僕ともみけんとスタッフでこう、名古屋駅に行ってたんですね。で、名古屋駅で、新幹線の乗編をしてもらってる間に、こう、ホームで待っていたら、急に男性の方から話しかけられて、「すいません、今忙しいですか？」って言われて。で、ものすごい形相で。で、一瞬ファンの人かなと思って。でも、全く違う話で、あの、ちょっと帰りの電車賃がなくてっていう話になって、ATM も、自分地方銀行のキャッシュカードでも時間外で下ろせなくてみたいな。っていう話になって、で、俺もうその人もう多分いろんな人に声かけてて、でもやっとの思いで、あ、こいついけそうだなっていう俺を見つけて話をかけてくれたんだなっては思ってたんですが、ちょっと俺もちょっとテンパっちゃって、ちょっと怖くなっちゃって、すいません、大丈夫っすって。いや、大丈夫じゃないんですっつって、また違うところに行ったんですよ。で、なかなかその上辺のあれが、割と時間がかかってたので、もみきんは、隣でなんかこう、ゲームかなんか漫画読んでたかわかんないですけど、もう僕はその男性の方がまたこう、ぐるぐる歩き回ってるのを見つけて、これはちょっとなんか助けないとこれ帰り、俺心苦しいなと思って、で、もし、だってそんな急になんかそんな急に帰りの電車賃が足りないって、多分何らかのことがあったのかなと。もしかしたら、ご家族の誰かが倒れて、急に帰らなきゃいけなくなってみたいな、でもあるかもしんないし、もしかしたらただのその、何て言うんでしょうね、お金が今欲しいっていう人だったかもしれないけれども、こもうこれはもういいやと思って、俺もう一個自分の中でなんか、
心が晴れるようなことをしてあげたいなと思って、その男性の方にもう一回話しかけて、僕から。で、いくら足りないんすかっつって。だ4000円足りなくてって。あ、4000円なんだと思って。で、財布パッて俺見たら、で、もう本当にもう絶対返すんでみたいな。で、僕の免許証の写真も撮ってもらっていいですしみたいな。で、ペイペイとか銀行振り込みで絶対後日返すのでみたいな。4000円だけなんです。で、俺財布見たら3000円しか入ってなくて、1000円札がね。で、あとは1万円札が入ってたんですよ。なんで、とりあえず売店行って、その1万円で200円のコーヒーを買って、で、崩して4000円渡して、で、終電があと15分ぐらいでしたよね、確か。ね。だったから、で、もう俺が「はい、4000円」って言って渡したら「あ、もうほんとありがとうございます。これどうやって返したらいいですか？」とか言うから、「いや、もういいから電車行くでしょ。早く券売機チケット買ってきな」みたいな。で、「いや、でもどうやって返したら、もういいからいいから」っつって、俺もあと5分ぐらいだったからそう、なんかそれでなんか、そういうなんか個人情報を抜いていくみたいなことも、もしかしたらありえるのかなって一瞬パッてよぎったから、そうなったらそうなったで4000円は勉強代としてと思って。で、そうじゃなかったらこの4000円で、この人の何かを救ってあげれたらいいなと思って、パッて渡して、帰りました。はい。っていうことがあったんですよ。なので、なんかね、いつか、なんか、そういうね、あの方、結果どうだったのか、なんで4000円足りなかったのかとか、いつか知れたらいいなと思うので、バサラが聞いてたらぜひメール送ってください。聞いてないでしょうけど。ということで、本編収録準備できたので、アイドリングトークはここまでです。本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。